どうも皆さんこんにちは、原寛太です。SDGs という言葉を覚えていますか？貧困、教育、気候変動など世界が抱える課題を2030年までに解決しようという国際目標です。数年前まではテレビ CM でも学校の授業でも企業のホームページでも毎日のように見かけた言葉です。カラフルなロゴを掲げて私たちは SDGs に取り組んでいますとアピールする企業もたくさんありました。しかし最近以前ほど SDGs という言葉を聞かなくなったと感じている方も多いのではないでしょうか。実際に Google トレンドで日本における SDGs という言葉を調べてみると検索される頻度はここ数年で大きく下がっています。もちろん SDGs という言葉が社会に浸透しわざわざ検索されなくなった面もあるかもしれません。その一方でロシア・ウクライナ戦争の長期化に加えガザ、スーダン、ミャンマーなど各地で紛争や人道危機が続いており SDGs の達成を遠ざける深刻な危機が相次いでいます。そんな中で SDGs の達成期限である2030年はもう目の前まで迫っています。2026年現在残された時間は4年を切りました。では SDGs は本当に2030年までに達成できるのか？結論から言うとかなり厳しいです。国連の2026年版の報告ではデータがある139のターゲットのうち順調または中程度の進捗とされているものは 36% にとどまっています。その一方で 49% はわずかな進捗にとどまり 15% は2015年時点よりも後退しています。さらにSDGs の進捗を分析している国際的な研究組織 SDSN の2026年版報告では2030年までに達成できると見込まれているターゲットはわずか16% とされています。かなり単純化して言えば SDGs は2030年の達成に向けて明らかに順調ではありません。やっぱり SDGs は失敗だったのか、結局企業や国連が綺麗事を言っていただけなのか、そう感じる方もいると思います。今日の動画では SDGs は本当に2030年までに達成できるのか、なぜここまで進捗が遅れているのかを最新のデータをもとに分かりやすく解説します。ただその前にまず SDGs とはそもそも何だったのか、そして SDGs という言葉が日本社会にどのような影響を与えてきたのかを少しだけ整理しておきます。ここを押さえておくと、なぜ今 SDGs は失敗だったのかという問いが出てきているのかがより分かりやすくなるはずです。SDGs には17の目標と169のターゲットがあります。貧困、飢餓、健康、教育、ジェンダー平等、水やトイレ、気候変動、平和と公正など地球規模の課題が求められています。SDGs の特徴を理解するにはその前身にあたる MDGs ミレニアム開発目標と比べてみると分かりやすいです。 MDGs は2015年までに達成を目指した国際目標で主に発展途上国の貧困や教育、保健などの課題が中心でした。先進国はそれを支援する側という位置づけが強かったと言えます。一方で SDGs は途上国だけの目標ではありません。気候変動、格差、働きがい、消費と生産、都市の在り方、平和と公正など先進国にも深く関わる課題が含まれています。つまり SDGs は政府や国際機関だけでなく企業、自治体、学校、そして私たち一人一人も関わる全世界の目標として作られました。だからこそ SDGs は日本でも一気に広がりました。企業は自社の活動を SDGs と結びつけて PR し、学校では授業の中で SDGs が扱われ、自治体も政策の中に SDGs を取り入れていきました。これは決して悪いことばかりではありません。SDGs をきっかけに世界の貧困や環境問題に関心を持つ人が増えた。企業が環境や人権について考え始めた。学校で子どもたちが世界の課題に触れるようになった。こうした前向きな変化は確かにあったと思います。実際に私自身も中学校や高校に呼んでいただき、SDGs 学習の一環としてこれまで現地で取材してきたアフリカの貧困や紛争について講演する機会が何度もありました。そういった意味では SDGs という言葉があったからこそ学校現場で世界の問題を考える入り口が広がった面は確かにあると思います。その一方で
SDGs という言葉が広がる中で、私自身少し違和感を覚える場面もありました。SDGs の本来の理念よりも言葉やロゴだけが目立ってしまうこともあったからです。実態が伴っていないのに SDGs に取り組んでいるように見せかける。こうした問題は SDGs ウォッシュと呼ばれます。私も5年前に SDGs ウォッシュをテーマにした動画を公開し、44万回以上再生されるなど大きな反響がありました。SDGs が広がっていく一方で、その言葉の使われ方に違和感を持っていた人も少なくなかったのかもしれません。例えば、ほんの一部の環境配慮だけを強調して企業全体が持続可能であるかのように見せる。サプライチェーンの奥で起きている低賃金労働や人権侵害には触れず SDGs に取り組んでいますとアピールする。こうした事例は SDGs ウォッシュではないかと批判されることがあります。もちろん全ての企業がそうだと言いたいわけではありません。真剣に取り組んでいる企業や自治体もあります。しかし SDGs という言葉が広がれば広がるほど、それを PR の道具として使う動きも広がってしまったのは事実です。では世界全体で見ると SDGs はどこまで進んでいるのでしょうか。ここからは最新のデータを見ていきます。先ほどお伝えした通り、国連の2026年版の報告では、データがある139ターゲットのうち、順調または中程度の進捗とされているものは 36% です。つまり半分にも届いていません。49% はわずかな進捗にとどまり、15% は2015年時点よりも後退しています。SDSN の2026年版報告でも、2030年までに達成できると見込まれているターゲットは 16% にとどまっています。では、具体的にどの分野が厳しいのでしょうか。まず、貧困です。SDGs の目標1は貧困をなくそうですが、国連の報告では今も世界の約10人に1人が極度の貧困の中で暮らしているとされています。SDGs が始まった2015年から一定の前進はありましたが、コロナ禍や紛争、世界的な物価高の影響もあり、2030年までに貧困をなくすという目標には届きそうにありません。次に飢餓です。目標2は飢餓をゼロにですが、こちらもかなり厳しい状況です。国連の報告では2024年時点で世界の 8.2%、およそ6億7300万人が十分な食料を得られていないとされています。また、食料不安に直面している人は23億人に上ります。つまり、飢餓をなくすどころか、食料を安定して手に入れられない人が世界には今も非常に多くいるのです。子どもの健康や妊産婦保険の分野にも課題があります。国連の報告では1億5000万人以上の子どもが発育阻害の状態にあり、妊産婦死亡率も世界目標の3倍近い水準にとどまっています。貧困や紛争の影響を受ける地域では、病院や保健サービスそのものが十分に機能していないこともあります。水や衛生の分野でもまだ大きなギャップがあります。安全に管理された飲み水を利用できない人は世界でおよそ21億人に上ります。日本にいると水道をひねれば安全な水が出るのは当たり前のように感じますが、世界全体で見るとそれはまだ当たり前ではありません。そして気候変動、さらには平和の分野でも深刻な課題が指摘されています。2025年の世界の平均気温は産業革命前と比べて 1.43 度高くなり、大気中の二酸化炭素濃度は過去200万年で最も高い水準に達したと報告されています。さらに暴力的な紛争はここ数十年で最も高い水準に達し、強制的に住む場所を追われた人は1億1700万人以上に上ります。気候変動や戦争は貧困、飢餓、教育、健康といった他の目標も一気に悪化させてしまいます。もちろん前進している分野もあります。国連の報告では2015年以降、安全な飲み水や衛生設備、電気、医療、インターネットへのアクセスは大きく広がったとされています。例えば、電気は世界人口の 92% に届くようになり、インターネットを使える人の割合も 40% から 74% に増えました。HIV の新規感染やエイズ関連死も大きく減っています。SDGs は何も成果を出していないわけではありません。実際に前進した分野もあります。しかし、2030年までに世界全体で目標を達成できるかという視点で見ると、進捗は明らかに足りていません。
こうしたデータを見ると SDGs は2030年達成がかなり難しいと言わざるを得ない状況です。では、なぜここまで SDGs の進捗は遅れているのでしょうか。国連の2026年版報告では、紛争の増加、気候危機、世界経済の減速、途上国の債務負担、開発援助の減少などが SDGs 達成を妨げる要因として指摘されています。コロナ禍以降の経済的な打撃に加え、戦争や紛争、気候変動、途上国の債務問題、国際協力に使われる資金の不足、こうした複数の危機が重なり合い、SDGs の進捗を大きく遅らせています。戦争は学校や病院を壊し、人々の生活を奪います。気候変動は農作物の収穫や水へのアクセスに影響し、貧困や飢餓を悪化させます。途上国が借金の返済に追われれば、教育や医療、気候変動対策に使えるお金も限られてしまいます。こうしてみると SDGs の2030年達成がかなり厳しいことは認めざるを得ません。では SDGs は完全に失敗だったのでしょうか。私たちは SDGs という言葉をもう忘れてしまっていいのでしょうか。ここからが今日の動画で一番お伝えしたいことです。その前にお知らせを挟ませてください。私、原寛太は世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身が国際協力の活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。一冊700円です。全国各地で講演会も行っています。世界の問題と私たちの生活のつながりをテーマに、原寛太の講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。私は SDGs の広がり方には問題があったけれど SDGs が完全に無意味だったとは思いません。問題だったと思うのは SDGs という言葉があまりにも簡単に消費されてしまった面があることです。企業の PR、学校のポスター、自治体のスローガンとして広がる一方で YouTube などの SNS の一部では霊障や陰謀論的な語りの材料にもなってしまいました。もちろん意味のある取り組みもありますし SDGs に対する建設的な批判はあっていいと思います。しかし言葉やロゴだけが広がりその奥にある世界の現実を直視する力にはつながらなかった部分もあると思います。 SDGs という旗振り役があったことで社会全体が世界の問題に目を向けるきっかけになったことは良かったと私は思っています。でも本当に大切なのは SDGs という言葉を知っていることではありません。その言葉の奥にある世界の現実を見ることです。SDGs について学びましょう。SDGs に取り組みましょうと外から言われるだけではなく、なぜ自分はこの問題に向き合うのか、なぜ遠く離れた国の貧困や戦争や環境破壊が自分と無関係ではないのか、そこを自分の中で考えることが大切だと思います。私たちはあらゆる出来事がつながり合うグローバルな時代を生きています。例えば私たちが着ている服が遠く離れた国の労働問題や環境問題につながっていることがあります。私たちが日々使っているスマートフォンに必要な鉱物資源が地域によっては紛争や児童労働、人権侵害の問題と結びついていることもあります。日本に暮らす私たちの何気ない消費や行動は遠く離れた国の貧困問題や環境問題、さらには紛争の構造と決して無関係ではありません。そのつながりに気づいたとき SDGs はただのスローガンではなく私たち自身の暮らしを見つめ直すための入り口になるのだと思います。SDGs が2030年までに達成できそうにないという現実はかなり厳しいものです。しかしそれを冷笑して終わるのではなく、今世界で何が起きているのか、その問題と自分はどうつながっているのか、まずはそこを知ろうとする、その視点こそが SDGs という言葉以上に大切なのではないかと私は考えています。今回は最近耳にする機会が減った SDGs の進捗や世界の課題との向き合い方について考えてみましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの感想をコメント欄で聞かせてください。今回のように SDGs や国際協力、そして私たちの生活と世界のつながりを扱うテーマは短い動画だけでは語りきれないこともたくさんあります。私が運営するオンラインサロンシナジーではこうした世界の問題についてメンバーと日々対話を重ねています。寄付のあり方や国際支援の裏側、そして私たち一人一人に何ができるのか、 YouTube よりもさらに一歩踏み込んで学んでみたい方はぜひシナジーに入ってみませんか。少しでも興味があれば概要欄のリンクからホームページをご覧ください。
ハラカントのチャンネルでは他のメディアでは知ることが難しい世界の問題を分かりやすく解説しています。今回のような複雑なテーマを最後まで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからも私と一緒に世界の現実を学び続けてくださる方は、次回以降の動画も見逃さないように、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。